皆さんこんにちは。日本語講師のゆりです。この5分ジャパニーズリスニングプラクティスでは、日本語の意味や日本の文化だけでなく、なぜ日本人はそう考えるのかという背景にある考え方も一緒にお話をしていく、そんなポッドキャストのコーナーでございます。今日は連日お話ししているこのお金に困る人、困らない人という本全体を読んだ感想をみんなにシェアしたいと思っております。正直に言うと、私はこの本を読んだとき非常にイラッとしました。なぜかというと、食えない人の特徴、お金を稼げない人の特徴、お金に困る人の特徴がまさに私たち日本人が子供の頃から教えられてきたことだったからなんですよね。本の中では全部でね、41個のトピックが紹介されてるんですね。それぞれの章は今まで紹介したように、食えない人は〇〇する、食える人は〇〇するっていうような章立てなんですけどね。で、例えば食えない人は私もコーヒーでと注文する。食える人は私はクリームソーダでと注文するとか話しましたよね。どれも小さな行動の違いなんですが、受け取る印象っていうのはかなり違うんですよね。中でも私が特に衝撃を受けたのが、食えない人はルールを守る。食える人は自分でルールを変えるという章ですね。日本の学校教育ではルールを守ることが美徳として教えられますね。日本の学校には校則というものがあります。それを守ることを教えられます。でもこの本ではそれが食えない人の特徴だっていうふうに言っているわけですね。皆さんはこれどう思いますか？私は結構ムムっとなりましたね。日本の学校では体育の時間、運動する時間ですね、があるんですけども、その時に整列、みんな並んで前に習えってする練習があるんですよ。あとね、右に習えっていう練習もあるんですね。この右に習えはみんなと同じようにすることですね。そうなんです。これは単なる体の動きの訓練ではないって私は思っていて、和を乱さないことを体で覚える時間だったって思っています。日本の集団主義的なその根っこを体で体感する訓練ですよね。私は大嫌いでしたね。で、私が小学校の時は、整列しながら、綺麗に並びながら、行進、前に進んだりとか、あとね、何人かで組体操っていうのをやる時間があったんですよね。で、その時はやっぱり腕の高さ、これぐらい上げるんだ、これじゃダメ、これぐらい上げるんだ、とか、なんかね、歩く速さまで細かく指導されるんですよ。で、中学校に入ると、体育の話とはちょっと違うんですが、いろんなルールがもっと厳しくなるんですよね。校則が厳しくなります。私が経験した範囲だと、靴は真っ白じゃないとダメ。柄が一つでも入ってたらダメとか、髪を結ぶゴムは黒じゃないとダメ。絶対に舌で結ばないとダメ。とか、男性は耳にかかる髪はダメ。刈り上げも禁止とか、とにかくみんな同じ状態であることが正しい雰囲気だったんですね。私は当時からちょっとそことしょっちゅう摩擦を起こしていて、なんでそれが悪いのかっていうふうに思ってたんですが、理由は聞けないようなそんな雰囲気でしたね。つまり日本の教育というのはみんなと同じにルールを守って出る杭にならないことが美徳なわけですね。それを教えてきているわけです。これは本でいうところの食えない人、お金に困る人の考え方じゃないですか？私はね、そう思ったんです。本では逆に自分の意見を持ったりとか自分でルールを変えるっていうことが大切だって言ってます。もし最初からそう学校で教えてくれてたらどんなに楽だったでしょうか？
この本はあくまでもビジネスパーソン向けで日本の教育そのものにフォーカスした本ではないので、そこにイラッとするっていうのも変な話ではあるんですが、過去の思い出まで私は振り返ってしまいました。この本を読んでね。皆さんの国では靴の色真っ白じゃないといけないとか、なんか髪の長さは肩に触れちゃダメとか、そういう細かいところまで校則、学校のルールって決まってますか？なんかこれは結構日本独自なんじゃないかなって思ったりするんですが、どうでしょうか？よかったら皆さんの国の学校の校則、ルール教えてください。面白いのがあったら。ではまた明日お会いしましょう。バイバイ。